よっ、検証したいです。はい、でかい。じゃー、また750。こんな感じで、わずかな金の独特な模様がこんな感じで内包物と思われるですね、反応が見られます。これ6小反応って言って、おそらくですね、銅ではないかと思われます。真珠と思われるお品です。で、よっ、どうも、ジャンク53ラボです。今日もこちら、ヤフオクで入手したアクセサリーをじっくり一つずつ検証していきたいと思います。発掘と検証。はい。では、早速ですね、重さを測っていきたいと思います。はい。全部で 1548g も入りました。では、早速ですね、こちら、全部、このトレイに開けていきます。一気に全部開けちゃいます。いやー、いっぱいだ。この森だ。こぼれちゃった。はい。こんな感じで、重たい。重たいです。重たい。弱い。重たいです。はい。では、一つずつ検証していきます。あ、間違えた。発掘していきます。では、何からいこうか。こちらは、ただの手袋です。ちょっと待ってください。はい。では、本日のこの山盛りアクセサリーを一つずつ、見ながら発掘して何か金とか銀とかいいものがあればいいなと思ってるんですが、はい。ではまず一発目、何からいこう。おーじゃん。これは熱いやつでしょうか。でかい。じゃーん。じゃーん。このでかい指輪はもしかして金なのかどうなのか。でもなんとなくそれらしい色をしています。これはもう見るしかないですね。検証は必要です。これです。皆さん見てください。この凄まじい大きさ。もう親指にも入んないですけどね。こんな感じです。この迫力がもう違います。大きな指輪で、なおかつ金色をしています。これは一体何なのか。持った感じはですね、もうずっしりと重い感じです。重厚なこの作り。そして、ルーペで見てみると、ですね、ちょっとこれはぜひ見ていただきたいんですけれども、ちょっと待ってください。はい。ですね、これ、マジで見ていただきたいんですが、これ、スマホの、拡大、マクロレンズですね。これで拡大してみると、こんな感じです。はい、こういう重厚な作りをしてるんですけれども、色はこんな感じで、はい。で、ここ見てください。こ
これが、750って書いてあるんですよ。750とは、金の、純度ですね。線分率で、750、つまり 75% が金、すなわち18金のことなんですけれども、よく見るとですね、これをこうギューッと拡大します。750って書いてある数字がなんか消えててですね、さらに銀色をしてるんですね。金だったらこの色にはならないはずです。そうしてですね、この削ったような跡、それからこの小さな点々ですね、数字の、数字を表すこの下に点々が見られるんです。この点々が何なのかと申しますと、おそらくなんですけども、過去の経験上、これはドットピーニングという、技術で、機械で、先端の尖ったですね、こういった、こういった、タガネをですね、先端に取り付けて、なんていうんですかね、こう、たくさんこう、ツンツンツンってやるやつなんですね。で、これで、黒鉛に似たようなものを再現するドットピーニングという技術がありまして、大量に綺麗に、たくさん生産できる、加工できるものなんですけれども、おそらくこれドットピーニングのだと思うんですよね。この黒い点々が見えますので、ただですね、その後それをなんか引っかいて削ったような跡がありまして、多分ですね、これ誰かが以前にこの素材が何であるかを検証されてるような感じですね。他の部分も同じように削った跡があります。こんな感じですね。誰かがもう削って検証した跡なんではないかと思われます。自然にできた傷とも言えなくもないんですけれども、そういったお品です。で、よく見ていただけるとわかるんですけれども、この一見すると金色に見えるこちらは、ブロンズですね。金色に見えるんですけれども、実際は金の色ではなくて、どちらかというと、真鍮などを、調色で、このなんとなく金色に見えるようにした、メッキをかけてるんではないかなと思われます。なので、金メッキって本来は金のイオンを使って、金色の薄いマークをですね、コートするんですけれども、これは、そういったものは使われていない調色によって金色らしいものを再現したメッキ製品だと思われます。で、削った跡が、私じゃないんですけども、誰かが削った跡が、もう下地が銀色になってるので、残念ながらこれは私が期待するものではなかったということですね。で、なんていうんですかね、製品として、こういった見た目のものがファッショニングとして存在する分には何の問題もないと思うんですけれども、残念ながらですね、750という非常に紛らわしい刻印がついてるので、非常に紛らわしいということで、今回残念ながらこちらですね、破壊、して、で、なおかつですね、この下地が実際は何であるかを、見た方がいいかなというお品です。750っていう刻印がなければですね、ファッショニングとして普通に使えるし、こう見た目もこんな感じでなんかごっついですよね。一定の需要はあると思うんですけれども、その刻印があまりに良くないですね。なので切ってしまいます。切れるかどうかわかんないんですけど、硬いですね。めっちゃ硬い素材です。なので、すいません。少々お待ちください。はい。
こちらですね、このボルトクリッパーと言いまして、もう何でも切れそうな、大変素晴らしいツールです。素材としましてはですね、クロムモリブデンという、金属を使っておりまして、とっても硬いやつですね。でこれで今度切っていきます。じゃあ、切れるかな。はい。ちょっとずれちゃった。あれ切れない。いつもはバチンと切れるんですけどね、全然切れません。食い込ん、刃先がこう入ってる感じはするんですけれども、いつもみたいに全然切れないですね。これは結構硬い素材です。でも、もしかしたら、これが何なのかはわかんないですけども、ボルトクリッパーで切れることができないかなり硬いものであることは分かりました。ではですね、一応、磁性の確認をですね、はい、こちらです。これは、ハードディスクを分解して取り出したネオジム磁石という非常に強力な磁石です。これで磁性を確認してみましょう。ちょっと分かりづらいんですけれども、こんな感じで、つきましたね。磁性思いっきりやります。なので、鉄っぽいんですけれども、何かわからないやつですね。鉄っぽいです。スティールだと思われます。一応、はい、こんな感じです。完全に切断することは結果としてできませんでした。こんな感じで外側金色に一見して見えるんですけれども、傷の部分は下地が出ていて、こんな感じの色になっています。これはおそらくですね、鉄のステンレスの仲間なのかな、わかんないです。なんだかよくわからないんですけれども、こういったお品です。で、問題はこの刻印ですね。ドットピーリング刻印で打たれてるんですけれども、750という非常に、誤解を与える刻印がついてました。なので、これはですね、完全にスクラップ域です。スクラップというか、くず鉄域ですね。くず鉄域です。さよなら。では次行ってみましょう。いきなり変なのだったので、次はちょっと面白いのが出ればいいなと思って、これ、もう絡まってる。すごい絡まってる。なんでいつも絡まってるのかって言いますと、どうしても使っちゃうんですね、こういう形は。で、じゃあ、これ、こんな感じのものですけど、なんだろうなと思いますと、はい、これは木だと思います。ウッドの木ですね。ウッドの木を削り出したものだと思います。で、特徴的なのはですね、こちら、ぜひ見ていただきたいのは、こんな感じでですね、ゾウさんとか、お馬さんとか、動物のですね、木工細工がついてるんですね。で、この木の模様ですね、目を見ると、こんな感じでですね、天然の素材を連想される作りをしています。なので、これは木だと思うんですね。はい。そんな木と動物と大自然な感じのお品でした。はい、こちらこういうやつです。では次行ってみましょう。次は何か出るかな、じゃーん。はい。これは、結構、なんていうんですかね、素材が一定の重量感がありまして、石っぽいやつですね。ではこれを見ていきましょう。はい、パッと見こんな感じです。で、
拡大してみます。拡大してみると、こんな感じ。縞状の模様があって、まるでメロンのようなんですけれども、よーく見ますと、この拡大してみますと、こんな感じなんですが、ありましたね。これ、見てください。この、丸いポチッとなってるとこありますよね。これです、これ。これが私は気泡ではないかと思います。なので、ガラス状の何かを使って、メロンのような模様を再現したのかなと思います。ただ、重さと、あと触った感じが天然石っぽいんですけれども、多分これは人工的に作ったものなんじゃないかなと思われます。気泡は一つこの人工的に作ったガラス細工の、可能性を示す目安となると思います。あと、このくっつけるパーツがですね、ちょっと取れてしまいました。で、あと、錆びてますね。そういった状態です。はい、次行ってみましょう、次。お、なんか、キラキラの黒い石が出てきました。こんな黒いキラキラの石です。キラキラ。もう超キラキラですね。よくこういうの出ますよね。で、これは何なのかと申しますと、はい、こんな感じで、綺麗なカットされた石がついてます。で、このカットがキラキラになってるんですけれども、これが何なのかは、多分、オニキスの仲間っていうと変ですけど、オニキスとかなのかなと思われますが、実際何なのかはわかんないやつです。で、これですね、この、なんていうんですかね、パーツですね、クラスプとかではなくて、こう、見ていただけると一番わかるんですけれども、こんな感じの作りをしています。で、中がネジの構造になっていて、こうやってくるくるくるって回しながら外すやつなんですね。こんな作りをしています。もうほとんどネジですね。ボルトとナットみたいな作りをしてるんですが、このパーツは多分あんま新しくないと思うんですよね。なのでこれは古いお品なのかなと思われます。その素材についてはよくわからないんですけれども、オニキス、ブラックオニキスっぽいんじゃないかなという、印象です。人工的な大理石みたいな人造石かもわからないんですけれども、まあ、なんかよくわかんない、これ、キラキラ石です。次行ってみましょう。次、もうこれ、すぐ目についたんですけど、じゃあ、これ、知る人ぞ知る、これは、これはですね、難しいやつです。パッと見ですね、ただの白いこの変なね、玉のついたネックレスなんですけれども、見ていただくとわかるんですけれども、こんな作りをしています。で、拡大するとですね、こんな感じで、独特なですね、模様が見られます。で、色もですね、真っ白というわけではなくて、こういった色の茶色っぽいところですとか、真っ白っていうわけではないんですよね。難しいところなんですけれども、一番このイメージするのは象牙です。象牙。象さんですね。さっき象さんいましたよね、この辺に。象さんの、この先っぽに生えてるやつですね。象牙のイメージなんですが、実際にこれが象牙かどうかは、模造石というか、なんていうんですかね、もう象牙のイメージで使われるのがよくあるのは骨とかなんですよね。動物の骨を使って再現したりとかするんですけれども、これはちょっとはどうなんですかね、見た感じかなりこんな感じで何とも言えない色合いをしてるんですが、
わかりません。すいません、そういったもんです。次行きます。次行ってみましょう。次、じゃーん、これ。なんかでかいですね。このでかいネックレスです。作りも独特です。これを見ていきましょう。はい、こんなでかいわけわかんない黒い石がついています。石かどうかも正直わかんないんですけれども、このついてる玉ですね。この色合いが一つずつ違うものです。大量に生産された、ものであれば、こんな作りはしていません。なので、これもですね、天然由来の何かなのかなと思われるんですけれども、これもちょっとわかりません。で、考えられるのは、動物の角のようなものを加工したのかなと思われます。これなんかは、なんか人工的に圧縮して作ったようなイメージなんですけれども、わかんないですね。軽いやつなんですけれども、逆にこれはプラスチックではないと思います。普段はですね、持った時に軽いと、プラスチックのような作った素材なのかなと思うんですけれども、これは違うんじゃないかなと思われます。考えられるのは、動物の角みたいな素材なのかなと思われます。よくわかんないのばっかりです。次行ってみます。次、いやー、絡まって、あれすいません、絡まっちゃいました、本当に。このまま。取れました。はい、じゃあ、これ、ブローチですね。ブローチなんですけれども、このついてる石が綺麗です。はい、こんな感じの緑色の縞状の模様がある石がついているブローチです。これは多分ですね、目のとかなのかなと思われます。で、なんかすごい汚れてるので、あれなんですけれども、そういった石がついているお品でした。次行ってみます。じゃあ、どんどん人いっぱいあるんで、これ、じゃあ、なんか、また、これ、さっきのやつと似てますね。こんな感じの品なんですが、はい、この黒い部分と白い玉状のものがついてるんですが、この見た目がですね、こういう、繊維状の模様が見られます。この模様がさっきのですね、このアイボリーっぽいやつと似てます。玉の形も似てるし、それからこの黒い部分ですね、さっき言った動物の角じゃないかって言ってたものとすごい似てます。そういったものでした。はい、次行ってみます。次、こちら。めっちゃ絡まってますね。これ。はい、じゃあ、過去動画でよく出てきたやつに似てるんですが、これですね、こうやって、ルーペ状の、レンズがついたものです。なので、こうやってですね、はい、こんな感じで、拡大して見ることができるですね、レンズのついた、ペンダントネックレスです。はい。いつも首に下げて、たまにこうやって見ることができるような仕様になってます。こういったものでした。次行ってみます。次は何かな？なんか今出るかな？剣とかはまだ見えないんですけれども、これはですね、はい、こんな感じの、綺麗な模様がついたネックレスです。この感じは貝っぽいですね。シェルの貝です。なので、貝を削り出したお品だと思われます。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。次行ってみましょう。次なんかあるかまたなんか黒いキラキラ石出ました。これも結構重量感ありますね。こんな感じの黒いキラキラした石です。では見てみましょう。
こんな感じの黒いですね、キラキラしたカットされた石です。はい、さっき出てきたこの黒いキラキラ石に似てますね。そういったお品です。重量感それなりにあるので、なんかの石なんですね。そういったものでした。次行ってみます。次、これじゃーん。この白い、これも何回も見てますね。こういったお品です。はい、均一でない小さな丸いですね、板状のものが連続してこう続いているものなんですけれども、これも同じく貝ですね。シェル。海のお土産みたいなやつです。外国の、ものかもしれません。次行ってみます。絡まって。さっき出てきたなんか黒いキラキラ石と同じようなのが出てきました。形が違いますね。カットの感じがこっちの方がなんか、反射しそうなので余計キラキラ感が増してます。はい、そういったものでした。次こちら。じゃあこれなんか軽いですね。微妙に長くて独特ななんか模様があります。これは何なのかな。こんな感じですね。はい、この彫刻レリーフが独特です。はい、金属パーツのようなものが見られますが、結構経年変化劣化しているのか液が剥げちゃったのかわかんないんですけれども、こんな感じです。でこのパーツがですね、こんな感じでなんかかっこいい模様がついています。何なのかわかんないですね。黒いなんかよくわかんない黒いのがついてます。軽いんで、何の素材かわかんないです。木かもしれないし、プラスチックかもしれないし、そういったお品ですが、特徴的な面白い作りをしています。次行ってみましょう。次これ。これ、なんか前にも出てきた緑色のやつですね。ビーズみたいなんだけれども、一つ一つ形が違うので、なんか石を切り出したのかなとかって前言ってたやつなんですけども、何なのかはわかんない緑色のやつです。次行ってみます。次。じゃあ、これ。なんか透明感のあるカットされた石です。これは、水晶なのか、ガラスなのか、触った感じは、これもちょっと難しいやつが出てきました。こんな感じで、キラキラのカットされた透明感のある、石ですね。これが水晶なのか何なのかはちょっとわかんないですね。で、注目すべきところはこのパーツですね。先ほども出てきたんですけれども、この留める金具の部分が古い構造をしています。はい、こちらです。ネジ状になっていて、くるくる回して外すタイプなんですけれども、これは新しいものではないと思われますので、それなりになんか古いものなのかなと思われます。ただ、これが水晶なのかどうかは分かりません。ただのカットガラスかもしれません。はい、次行ってみましょう。次。じゃーん。これは。はい、なんかよくわかんない天然石っぽくなってるんですけれども、気泡が結構あるんで、多分ガラスとかそういう作ったものだと思います。次行きましょう。次、じゃーん。うわー、絡まってる。うわー、こんな絡まってくれるんですかね。こんなめっちゃ絡まってます。今ですね、見て、こんな絡まっちゃってますね。これどうしようかなと思うんですけど。でも意外と簡単に外れました。はい。じゃあ、この感じ。なんかよくわかんないんですけれども、
多分ですね、こんな、ちょっとつけづらいです。多分こういうイメージのお品だと思います。こうですね、こう。で、この玉なんですけれども、模造石の玉がついてます。はい、こんな感じで、塗装したような表面ですね。はい、独特な、はい、この表面が見られます。これはフェイクパールとか模造パールといったお品なんですけれども、実はですね、ここが重いんですよ、持った時に。模造パールって素材がプラスチックに色つけたようなものだったりするんで軽いことが多いんですけれども、これはなんかすごい重いんです。なのでこのパーツですね、これをよく見てみると、はい、重いのほかですね、構造が期待するような刻印はないんですけれども、こんな感じでですね、はい、この可動パーツですね、こうやって動いて、この部分ですね、こういう構造ですとか、あと色をですね、少しですね、こんな感じで表面の色が変化してます。なので、刻印はなかったんですけれども、パーツはシルバーなんじゃないかなと思われます。これもう検証しないとわかんないので、これは検証の箱に、綿棒の空き箱がないです。ちょっと待ってください。はい、すいませんでした。入れ物、容器をですね、忘れていました。で、これ、検証の必要なものはこちらに入れてしまっておきます。はい、いきなりもういっぱいになっちゃいました。次行ってみましょう、次。じゃーん。この、なんかパワーストーンみたいなやつですね。ブレスレットです。こんな感じの黒いですね、キラキラなんですが、さっきですね、よく出てきた黒いキラキラな石と全然違います。色がさっきはこの黒いキラキラ石いっぱい出てきたんですけれども、こちらはこんな感じですね。どちらも鏡面加工のようなツルツルのキラキラなんですけれども、ちょっとこの撮影では色味の違いが分かりづらいんですが、でも似たような感じですね。この、何かは分からないんですけれども、ヘマタイトとか、ああいうやつに似たですね。で、磁性があってくっついちゃうやつですね。これが入ってました。次行ってみましょう、次。じゃん。なんでしょう、これ。はい。これもブローチなんですけれども、はい。こちら。はい、こんな感じの、翡翠章ですね。一人のような石がついたブローチでした。はい。では次行ってみましょう。次。何かなじゃあ、はい、指輪です。サイズが合わないけど、ここで微妙に調整できるやつですね。その指輪を見ていきましょう。はい。動画で何回か出てきてる、おそらくですね、これ漆焼きだと思われます。こんな感じに綺麗なですね、工芸品のような模様をしています。はい。素材を示す刻印はありませんでした。そういう
尻尾焼きっぽい指輪です。次行ってみましょう。次は、はい、蝶々。なんか蝶々のブローチです。わかんないけど、なんか貝っぽい蝶々です。次行ってみましょう。次、じゃあ、この綺麗な石がついたブローチです。ブローチは、はい、こんな感じです。綺麗な、こうやって透かすと、はい、透明な透けた、縞模様が見えます。これはアゲート、メノの特徴の一つです。こうやって透かすと綺麗です。鑑別に出さないとわかんないんですけれども、多分メノかなというものです。色が緑なのは結構珍しいんですけれども、この緑色とか青とかはほとんど染色と言われています。次行ってみましょう。次は何が出るかな。じゃあ、はい、こんな感じのネックレスです。結構ごついやつですね。見ていただければわかります。こういう、はい、騎兵のネックレスです。素材を示す刻印はですね、以前チタンのネックレスとか出てきたので、まあ持った感じの軽さとかはチタンは極端に軽いんで、見た目は似てるんですけど、今回重たかったんで何なのかなと思ったんですが、こんな感じですね。ステンレススティールって刻印が売ってあります。なのでまあステンですね。磁石をつけてみます。はい、こんな感じで磁性のあるステンレスです。ステンレスは磁性のあるものとないものがあるんですけれども、これはくっつくやつですね。見た目結構綺麗なので、あと、耐腐食性に強いという、素材です。まあ、このごっついやつなんですけれども、こんな、お品です。次行ってみましょう。次。から持ってますが、真っ赤です。この赤い玉は何なのか。そして、刻印はあるのか。刻印があります。そして、これははっきりと言い切れないんで、やっぱり鑑別を取らないといけないんですが、見てください。この模様ですね。独特な模様が見られます。じゃーん。まあ、色はですね、ぶっちゃけサンゴだと私は思うんですけれども、サンゴのこの色合いは染色されたものだとよく言われます。なんですが、素材自体はですね、天然由来のものなのかなと思われます。はい、こんな感じで色の違いとか、白くなってるところとか、あと木輪構造と呼ばれる、模様が見られます。あともう一つですね、この、金属のパーツですね。このパーツ、金具のところにこんな感じで、シルバーと書いてあります。クラスプパーツは構造上強度が必要なので、シルバーと書いてあっても全部銀でできてるかはわからないので、私としては銀が取れるかどうかはわからないパーツなんですけれども、そういった刻印があるということです。はい。サンゴっぽいネックレスです。次行ってみましょう。次。サンゴ続きで同じ赤ですね。こちら。もう一つあった。これを見ていきましょう。はい、こんな感じの小さな、
粒がですね、連続してついています。これもですね、私はサンゴではないかと思っているんですが、こんな感じで虫食い状の特徴的な穴があったりします。はい。で、素材を示す刻印は特にありません。で、これ、イヤリングですね。こういうスタンドアップのタイプなんですけれども、こういうイヤリングになってます。なんでしょうね。多分サンゴっぽいやつです。サンゴですね。きっとサンゴです。そういったお品です。ただ色は染色とよく言われてます。次行ってみましょう。次じゃーん。で、なんかすごいの出てきました。重たいし、キラキラしてるし。でも私、残念ながらですね、この手には入らないです。サイズ的に厳しいやつです。で、これが何なのかと申しますと、はい、謎の刻印があるものの、何なのかはわかんないやつですね。こんな感じのおしまり。はい、キラキラしてこの小さい石がいっぱいついてます。はい、そういったバングルなんですけども、サイズ的にこう、手に入らないです。次行ってみましょう。次、何が出るかな。おー、これすごい。こんなでっかい石がついた、ネックレスです。これすごい大きいですね。で、これは何なのか。はい、見ていきたいと思います。じゃーん。なんですかね、重さが結構あるので、天然石っぽいし、この縞状の模様がですね、独特なんですけれども、謎のこの緑色がついていて、これがまるで絵の具を溶いたようになっています。はい、これもメノとかの仲間なのかなと思われるんですが、重さと色と、あと金具がほとんど、ちょびっとあるか。これもよくわかんないやつですね。結構重いやつです。重量感があるので、石っぽいやつですね。はい、次行ってみましょう。じゃーん。これはもう、はい、こんな感じで独特なですね、見た目をしています。で、この拡大ギューッとすると、素材のこの模様ですね、全然均一でないので、天然由来なのかなと思われるお品です。で、この見た目が、べっ甲なのかなと、過去にも出てきたやつですね。よくあるやつです。べっ甲っぽいブローチ。この透けた感じとか、これはべっ甲っぽいですね。はい、そういったお品です。次行ってみましょう、次。じゃーん。はい、これ。イヤリングなんですけれども、さっき、もうどっか行っちゃったかわかんないや。似たような石がブローチであったんですけれども、はい、こんな感じの作りをしています。ちょっと端っこかけちゃってるのかな。はい、こんな感じでちょっとかけちゃってます。で、模様がこんな感じで綺麗にですね、縞模様がついています。なので、目のっぽいやつですね。グリーンアゲートなのかなっていう作りのお品です。次行ってみましょう、次じゃーん。緑つながりで出てきたこの緑色の石。持った感じは、重いので、重量感はあります。
なのでプラスチックとかそういう模造石ではないことはわかるんですけれども、このパーツですね、金属のパーツが、はい、金色をしてますが、刻印は特にありません。で、反対側も同じように銀色してるんですが、何かわからないもの。そして緑色の玉がですね、またネブライトのような作りをしています。はい、これが金属のパーツで、見た目は結構綺麗なんですね。金なのかなとかって思っちゃいます。で、石の方はこんな感じ。はい、内包物らしきものも見えて、ネブライトっぽいですよね。なので、ちょっとこちら、試金石でちょっとだけ削ってみます。試金石は古代より、人類が使っていた金かどうかを試すときに使う石です。これでちょっとですね、削ってみます。硬いですね。硬いと、金とかそういう銀とかではないんですね。削った感じがもう硬いというところで、私はもうがっかりしてるんですが、削り跡もですね、色がこんな感じで、本来素材そのものの色がそのまま残るはずなんですけれども、こういった線の細いですね、銀色ですね、をしています。これ多分メッキだと思いますね。磁石ですね。磁石は、こんな感じで磁石もついちゃいますね。そういったお品です。ただしですね、このついてる玉は、天然石かもわからない。わかんないやつなんですけれども、なんか、他の、いわゆる模造石と比べると、ちゃんとした感じの石がついてます。そういったお品です。聞いてみましょう。ベー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 。じゃん。これは、指輪。これは、刻印が書いてあります。なので、この刻印はですね、見ていただければわかるんですが、はい、こんな感じの刻印がついています。これ多分ステンレススティールだと思うんですよね。なので、これはステンレスの指輪です。ステンジュエリーってやつですね。こんな感じのお品です。ちなみに磁性はあるんですけれども、弱いやつですね。さっきのガーンってついたのではなくて、ちょっとつく感じです。持ち上がるほどではないというお品です。はい、次行ってみましょう。次は何だーんという。はい、これはこういったお品です。ブレスレットですね。で、このブレスレットが結構綺麗に見えます。はい、見てください。この模様ですね。とっても綺麗です。こんな感じで、キラキラな、これは貝の、切り出したものをおそらく貼ってるんだと思うんですけれども、結構綺麗なんですね。はい、こんな感じでとっても綺麗な、パールの有色効果っぽいね、光が反射して見えるものがついています。はい、こんな感じのブレスレットです。はい、次行ってみましょう。
次はこちら。はい、なんかパワーストーンみたいなブレスレットです。ただですね、こちら、見た目はそれらしいんですが、持った感じ超軽いんですね。なので、スマホで普通に拡大してみていただけるとわかるんですけれども、こんな感じでですね、玉を穴を開けて、この穴の中にですね、こんな感じでねじれてるのが見えるんですよね。これ内包物みたいに見えるんですけど、実は違うと思うんですね。なので、この線状の変なねじれたような、拡大した時に見えるものは、どうだろうな、いわゆるパワーストーンに期待しているような素材ではないっぽいですね。軽いのもあります。どれだったかな、他のこの黒い石とか、みんな結構重いんですよね。このガラスっぽいやつもなかったし、に対してはなんか軽い感じがします。はい、そういった、バーストンっぽいブレスレットなんですけれども、そういうものです。次行ってみましょう。次。じゃーん、なんだろう。これブローチなんですが、はい、独特な模様と色をしています。パッと見ですね、さっき見たべっこっぽいやつに似てるんですけれども、これか。これに似た模様をしてるんですが、触った感じはですね、このべっこっぽい素材と違って、なんか硬い感じがします。で、見た目はこんな感じ。はい。なので私はですね、これ、かなり硬いのと、あと触った感じですね。べっこうは、この有機系の素材の特徴にあるんですけれども、真珠とか、サンゴ、なんていうのかな、この有機物っぽいやつは、触った時に、冷たいひんやり感が伝わりづらいんですね。だけれども、これは思いっきり冷たいってなるので、ガラスとかなんかの石っぽい素材だと思われます。ただ、模様が綺麗なんで、そういったブローチです。次行ってみましょう。次。じゃーん。はい、こういったネックレスです。これ結構重たいですね。ずっしりしてます。こんなすごい、ちっちゃいんですよ。ちっちゃい、なんか、四角い立方体っていうか、立柱、なんていうんですかね。こういう四角い、なんかができてるんですけれども、これが重たい。触った感じもそうですし、持った感じもずっしりしてるんですが、これの刻印が何もないんですね。なので何かはわからない。で、見た目はこんな感じです。はい、パッと見こういう、なんていうんですかね、ヘマタイトの石っぽいんですけれども、持った感じは小さいのに重いというお品です。磁石はどうかなと思ってこうつけるんですが、チェーンの方はこんな思いっきりついちゃうんですけれども、このペンダントトップには、どうだろうな、ちょっとわかんないけど、明確につく感じはないですね。なので、これは謎の素材。なんかよくわかんないやつです。で、ごくごく小さいのに重たいもので、そう考えられるのは、タングステンジュエリーですね。タングステンはとっても小さくてとっても重いものなので、
しかしたら、タングステンなのかもわかんない。だけど、書いてないし、あと見た目ですね。もうやっぱりわかんないやつですね。そういった謎のこのバータイプの、ペンダントネックレスです。次行ってみましょう、次。じゃあ、また出ました。緑色の、ペンダントトップです。これがですね、こう光を当ててこう見ると、なんか透けて、中のですね、内包物が見られます。でこの感じを見る限り、何度も出てきてるんですが、これとかと似てるネフライトという南極とか言われるやつじゃないかなと思われます。はい。拡大して撮影するとこんな感じで、ただの緑色のやつで、さっきのこれにすごい似てるんですけれども、こんな感じでですね、透けてこう透かしてみると、中にこう自然なね、内包物とか、あと濃い部分と薄い部分が見えます。あと、このペンダントのトップですね。トップっていうかパーツですね。パーツにもなんか刻印が、よくわかんない刻印があります。スター。反対側は、よくわかりません。なんか刻印があるんですけれども。まあ、STER って書いてあるんで、スターリングかなと思うんですが、最後まで書いてないのでよくわかりません。そんなパーツがついた、フライトっぽい石です。次行ってみましょう。はい、こういったキラキラの、ネックレスです。クラスプパーツについていた刻印は G シルバーでした。G シルバーはシルバーって書いてあるんですけれども、銀が取れないやつです。はい、こんな感じで G シルバーって書いてありました。で、石はこんな感じでカットされた石がついています。これは何なのかわかりません。次行ってみましょう。これは蝶々。超デザインです。そして羽の部分は貝を削り出したもので、肝心のこの目の部分が真珠かなと思ったんですけれども、多分真珠じゃないやつですね。はい、こんな感じで綺麗な、貝を削った、はめ込んだシェルの羽をつけているんですが、この目の部分ですね、ここに真珠を入れたりするんですけれども、これは真珠ではなくて、こんな感じの模造パールですね。フェイクパールでした。でもこんな感じで、可愛いブローチですね。サイズ感はこんな感じで、蝶々。はい、テフテフです。次行ってきましょう。じゃあ、このなんか金色のかっこいいやつ出てきました。これ見てみましょう。これかっこいいです。見てください、これ。こんな感じですね。黒い鉄と思われる素材に金色の、何か装飾がされてるんですけれども、おそらくですね、これ、わずかな金をこう流して、作る、表現する、鍍金とか、あと、なんだっけな、象眼みたいな技法の一つだと思います。こんな感じでかなり小さい部分ですねにもタガネを当てたような模様もありますし、金色の素材がとっても綺麗です。はい、そういったペンダントトップです。はい、次行ってみましょう。
は何かな。黄色出てきた。すげえ。でかい。でかいです。これもまたあれですね。あれ、磁石どこ行ったかな。あった。磁石つける前に見た方がいいですね。はい、こんな感じの編み込みの金色のネックレスなんですけれども、この先にですね、写っているのはこんな感じで、刻印はですね、また750って書いてあるんですよね。先ですね、ぶった切った指輪と同じですね。750って書いてあります。ただ見た感じ、こっちにも750って書いてある。いかにも安っぽいメッキをしてるんですね。で、これも、あんま良くない気がするので、結論をまず出してですね、こんな感じで切ります。今回は綺麗に切れましたね。さっきの指は全然ちゃんと切れなかったんですけれども、今回は綺麗に切れました。で、これやっぱりあれですね、見ていただければわかるんですが、はい、こんな感じで切断面が露出してるんですけれども、こうやってギューって拡大すると、ご覧ください。中がですね、ちょっと赤いのわかりますかね。切れて中が見えてるんですけれども、外側の素材と比べてちょっと赤っぽい色が見えています。で、この色は何なのかと申しますと、はい、この試金石で削ってあとをですね、見ますと、はい、こんな感じで、撮影の、色が出ちゃってるんですけども、これをテスターで、はい、テスターをつけるとこんな感じで削り跡は全部消えてしまいました。でさらにですね、さっきの切断面切ったところですね、これをつけるとこんな感じでですね、激しい反応が見られます。これ6小反応って言って、おそらくですね、銅ではないかと思われます。この赤い色も銅の色なんで、エアコンのパイプですね、新しいエアコンのパイプみたいな色をしているので、銅にメッキをしたものなのかなと思われます。で、銅にメッキをすること自体がですね、いけないのかというとそうではなくて、いろんなアクセサリーがある中で、そういったことは普通なんですけれども、これは750という刻印が売ってあったので、非常に紛らわしいということで、残念ながら処分させていただきました。このさっきの指輪と一緒ですね。これはもうダメなやつです。次行ってみましょう。次。はい。こんなような、ネックレスが出てきました。はい。綺麗な、こんな感じの色の石がついたネックレスです。はい。目のっぽいやつですね。で、このクラスプパーツは残念ながら G ドットシルバーという刻印がついていました。なので、このついてる石は天然石っぽいんですけれども、パーツは
銀とかそういうのではないというやつです。次行ってみましょう。じゃーん。これは今キュッて言ったのはこれ手袋の音なんですけど素材とは関係ないです。でこれは持った感じですね。もう力があります。パワーですね。パワーストーンの感じがあるんですけれども、この当チャンネルの動画はですね、すべてこういった試金石に削ってテスターで検証したりとか、なんか重さを測ったりとか、比重がどうとかって言ってる、検証が一つのテーマなんですが、いわゆるですね、このスピリチュアルなパワーストーンみたいなものを、そういったものもですね、経営も活動するようなものではないんですが、触った感じやっぱ違うんですね。で、なんで違うのかということなんですけれども、おそらくですね、この素材の、例えばクォーツ、水晶の伝導率、熱の伝わり方が違うから持った感じ、他の素材と触った感じが違うという結果になってるはずなんですね。体感的なものです。なので、なんか、スピリチュアルな、感覚ですね。そういったなんか不思議な力があるとかそういうものではなくて、そういったものを連想させるだけの素材だと、その辺が魅力なんでしょうけれども、こうやっておでこにくっつけるとなんか他の石とは違うんですね。触ってみればわかるんですけれども、そういったお品です。あとカットが綺麗なのと、持った感じが違うのと、こういった綺麗なお品です。で、過去にですね、本水晶って書いてあった、水晶っぽいネックレスと同じような見た目をしています。なので、これは、はい、こんな感じで内包物と思われるですね、何かしらのものが見られます。なのでこれは水晶なのかなと思われるんです。それも鑑別を取っていただければ、もう誰でもですね、確認できますので、ぜひですね、皆さん、何か、気になる素材があったときは、ぜひ、一度は試してみてください。それで、何なのかは分かるはずなので。で、私の感覚的には、これは水晶っぽいやつです。黒いのは何なのか分かんない。今、なんとなくさっき見たこの、キラキラ石、黒いキラキラ石に似てるパーツがついてます。ガラスとかではないと思われます。次行ってみましょう。次、じゃーん。これは、多分バングル。こういうやつです。取れなくなっちゃった。痛いです。はい、これは何なのかわかんないんですけれども、持った感じ軽いので、真鍮とかなんかそんなやつだと思われます。次行ってみましょうか。絡まってます、絡まってます。すごい絡まってる。絡まってます。はい、取れました。これご覧ください。もうとってもキラキラ綺麗です。これも貝ですね。シェフを切ってこういう形にしたものだと思われます。そういうペンダントのトップです。次行ってみる前にちょっと
刷毛がありました。こんな感じで表面は貝を加工したものだと思われます。とっても綺麗です。で、使われている金属製のパーツですね。意外といろんなところについてるんですけれども、このパーツに刻印がありました。はい、ちょっと見づらいんですけれども、925っぽいかなと思われます。で、このパーツが925なら金が取れるので、ちょっとこれは検証のこちらですね。ちょっともういっぱいになっちゃったんですけど、これに入れておきます。次行ってみましょう。次、これ、じゃあ、またキラキラ出ました。キラキラ。このキラキラになんとなく透明感とかカットとか似てます。で、これは何なのかと言いますと、どうですかね、わかりづらいんですが、残念ながらこのパーツは G シルバーなんですけれども、ついてる石がこんな感じですごい綺麗なやつですね。特徴的な形をしています。で、さっきこの水晶じゃないかって言ってたやつと、こうやって見比べるともう結構似てるんですよね。まあわかりづらいっちゃわかりづらいんですが、ただこの水晶っぽいって言ってたものと比べた時に、内包物ですね、こういう風に見えてたものがこっちには全くないということです。ほとんど見られません。なので、わかんないけど、クォーツっぽいんだけど、クォーツでも、例えば、これは合成とか、そういう違いがあるのかなと思われます。もしくは、ガラスではないのかな、わかんないですけどね。そういった見た目の違いがあります。次行ってみましょう。次、これ。これは、ごめんなさい。はい。で、ここでごめんなさい。時間になってしまいました。あと、まだ残ってるんですけれども、こんな感じでですね、今日、この発掘したものはこちらなんですが、まだですね、こんな感じで残っております。はい、なので、ごめんなさい。ちょっとこちらは次回にですね、to be continued ということになります。talk to hand すいません。こんな風になってしまったんですが、もしですね、はい、すいません。こちらですね、今、この検証中の、真珠と思われるお品です。で、最後に来ましたね。すいません。はい、おなじみの畳が倒れてしまいました。なんだっけな、そうだ、この真珠かもしれない、私が真珠なのかなと思っている、お品と、あと、そうですね、今回の、発掘したもの、それから、これが、銀かもしれないものがついているので、後日検証する箱ですね。に入っているものと、あと、これと、これは残念ながら、刻印がふさわしくないので、スクラップといいますか、メッキくずみたいな感じで処分させていただくために切ってしまったものですね。と、あと、こちらがですね、まだ残ってしまったので、ぜひですね、次回の動画で見ていただければと思います。なので、次回まで to be continued
特徴班です。なので、最後まで見ていただき本当にありがとうございました。もし良かったと思っていただけた方は、ぜひですね、グッドボタンと、あと、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ、Thank you!